フルコンタクト空手家あるあるで、もう左の親指を、自爆する、こうすると当然相手の、膝に自分の足がガツンって打ったりとか、こっち足首とかで相手の膝とかガチン蹴っちゃうともう一発で足首とかダメになっちゃうので、こういう自爆ってめちゃくちゃ多いんですけど、これも受けれる状態で蹴っちゃってるんで自爆するんです。なので相手が受けれない状態で蹴れば自爆はしないんです。では質問に回答していきたいと思います。高傑先生お疲れ様です。私が聞きたいことは上段回し蹴りに対しての足掛け下段突きの、足掛けについてです。相手の蹴り足と帯を持って狩るのですが、弱い45度方向に勝ってもびくともしません。どこが悪いのか、分かりません。教えてください。お願いします。ですね、ちょっと、方向が合ってるのに枯れないっていう場合はちょっといくつか可能性があるんですけども、ちょっと今から解説していきたいと思います。ですね、以前、これ白川先生の YouTube で解説したことあるんですけども、どうしようかな、こっちからだと左の回し蹴りの方が見やすいから、ちょっと逆で蹴ってもらうか。相手の上段回し蹴りに対してちょっと蹴ってみます。この軸足を勝って、倒す下段なんですけど、ちょっとこれ例えばですけど、ちょっと蹴ってきて、例えばですけど向きが間違ってるとこうやって蹴っても相手びくともしないんです。で当然ですけど、足上がってきた時に対して相手の重心がごめんなここにあるのに奥に蹴っても倒れないので、基本的には手前側にすくい上げるように卵型を描いて狩るんですが、ここ狩ると下に落ちちゃうんで、ちょっと一応こう抱えようか。こう狩るときに、ここ足をですね、こう足首抱えた状態でここでポンと狩ると、ごめんなさい、実際にちょっと狩ってもいい？じゃあいきます。ここでポンと狩ると、相手、倒れるんですが、この時の、方向が難しい場合は、この右足を例えば前に出してもらって、これに対してですね、足首を引っ掛けて、斜め45度方向、ここにポンってこういう運ぶ練習してもらうといいかなと思います。これ向きが間違ってて、こうやって蹴っても運べないですし、こうやってやっても運べないので、基本足首を返して卵型を描いたら少し下の方に当たって斜め上にすくい上げるようにしてあげると、そんな強く蹴らなくてもポンと簡単に運べるので、この角度であれば、勝ってやるとそのままドンって落とすことが可能になるので、この角度ですね、もう多分、勝ってもびくともしないってことは、まあいいや、このままで、多分こう普通に蹴ってしまったりとか、45度方向って言っても横に蹴ってしまっているとこれ動かないので、ちょっとイメージ引っ掛けてすくい手前側にこうすくい上げるって感じにすると簡単に狩れるので、ちょっとこちらの方向を、覚えておいてください。よし、さあ以前に自爆しないローキックについて非常に参考にさせていただきました。フルコンでは同様に中段の下突きで親指を自爆する人が少なくないのではと思っています。自分も以前はたびたび自爆していましたが、いつの間にか自爆しなくなっていて、おそらく本能的に自爆を体が避けて自爆しなくなったと理解していて、恥ずかしながら言語化ができていません。もし技術的に自爆しない方法があれば教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ごめんなさい。ではですね、ちょっと解説したいと思いますが、ですね、これ結構フルコンタクト空手家あるあるで、もう左の親指を、自爆する、自分のパンチで痛めて、何度もこう突き指をしてしまうっていうのすっごいあるんですけど、これ、僕も実際自分が茶帯の頃よくなってたんですけど、これですね、共通点としては、大体みんな自分が叩きたいタイミングで叩いてるっていうのが共通点になります。どういうことかっていうとですね、
ちょっとじゃあいいですか。そうですね、ちょっとごめんなさい。よく、やっぱ皆さん左でレバーが打ちたいんで、ここを普通に素直に叩きに行くんです。そうすると当然、僕もそうですけど、レバーってみんな絶対叩かれたくないんで、必死でこう肘を締めてみたり下段払いしたりして受けようとするんで、そうするとここを叩きに行ってガンって相手の肘とか相手のガードに親指を引っ掛けて突き指してっていうのを繰り返して、もうこれ多分いろんな人がああ分かる、俺も昔やったってすごい思ってると思うんです。でいつの間にかこれ、下突きを打っても、なんだろうな、怪我しなくなったっていう人とかはどういうことかっていうと、無作為に打つとバン、またやっちゃった、バン、またやっちゃった、次は絶対したくないって考えるんで工夫するようになるんです。そうすると例えば下突きこっちに固めておいて、ガードを相手がこっちをガードしようとしてどんどんこっちが小さくなってきたら、今はこっち空いてるから、じゃあこっち打ってこっち打って普通に受けてください。こっち打ってこっち打ってでこっちフェイントにしこっち打つとかっていう感じで打ち分けができるようになったりとか、今度こっち打ってこっち打ってガード上げさせといてこっち打ったりとかっていう感じで、要はそういう工夫が、をみんな痛い思いしながらするようになるから、いつの間にかそういえばなんか自分が好きなタイミングでよしレバー行きたい、打ちたい、ガンやったっていうことがなくなるんで、要は大体みんな経験していくと、要はいきなりここを打つと自爆するよってこう本能的に理解して、いつの間にかこうやって、ここをぶつけないところをまず叩いていって、でそこからこっち打ったりとか、こっち打ってこっち打ってこっちから打ったりとかっていう工夫が始まるんで、基本的に自爆しなくなります。ここで試合決まりましたね。相手の蹴りを受け流してから反射を使った、この試合で初のボディストレートですが、完全に腕パンチを警戒して真ん中が空いてます。そしてど真ん中にストレートが直撃しました。この後の相手の動きを見ると完全に効いているのがわかると思います。ここで完全に相手の気持ち折れましたね。今度はボディストレートを嫌がりすぎて腕が中心に集まっていたので、肘裏に対する鍵突きのダブルに行きました。後輩が自爆しているようだったら、まずは、自爆しないようにテーピングしてあげて、それに対して、それプラス、ここをいきなり叩けば大体みんな受けるから自爆するんだよっていうのを教えてあげた上で、じゃあここを叩きたいんだったらどういう工夫があるか、こっち叩いてから、こっち行ったりとか、実際こっち叩きながらちょっとこうわざとこうやって接近しといて、もう常にすぐにこっちに行けるようにあえてこっち打っといて、すぐパンって打てば打ちやすいですし、そういう感じでですね、ここを打つ、技のバリエーションを教えてあげることで後輩の人が自爆しにくくなるんで、その辺ちょっと参考にしてみてください。おっす。ちょっとですね、今この質問を読んでた時に、自爆しないローキックについて非常に参考にさせていただきましたということで、せっかくなんで自爆しないローキックはちょっと同時に解説してほしいって言われたので、ちょっとこちらも解説したいと思います。じゃあ、お願いします。もうちょっとこっちまで。実は左の下突きとこれも結構共通点あるんですけど、ローキック自爆する人って自分が蹴りたいタイミングでローを蹴っちゃってるから自爆するんです。でこれよくあるのが、ちょっと、ローカットしてもらっていいですか。足上げてカットしてください。こうすると当然相手の、膝に自分の足がガツンって打ったりとか、こっちで特にひどいのはこう足首とかで相手の膝とかガチン蹴っちゃうと、もう一発で足首とかダメになっちゃうので、こういう自爆ってめちゃくちゃ多いんですけど、これもさっき言ったみたいに自分が蹴りたいタイミングでローを蹴るから相手が受けれる状態で蹴っちゃってるんで自爆するんです。なので、基本は相手が受けれない状態で蹴れば自爆はしないんです。なのでじゃあどうするんだよっていう話だと思うんですけど、これ過去に YouTube でも解説したことあるんですが、ちょっとこっち切る前ですか。要はこちらの足が上がらなきゃいいわけなので、一つの方法としてはこちら側からパンチをパーンって打って、こちらに重心をかけてしまうですね。そうするとこっちに重心がかかった瞬間は上がらないので、パンパンって打ち合っててパパってやると、こうするともうこの瞬間にはもうこっちに重心があるので足上がらないんで、こういう、サンドイッチみたいな感じでパチーンってフックを打ちながらローキック蹴れば、これは受けれないローキックになるのでこれ自爆しないですね。他にも、例えばパンチバーンバーンって打って、でパンチ当然ですけど、これで相手がこうでボヨーンって飛んでっちゃう、こっちの人勝てないんで、パンチ
後ろ持ってかれないようにパンチ打たれるとこって重心って必ず前にかかるんですけど、このパンチでガンって重心かけさせておいてパンチいきますよってやると、このパンチをフェイントでガンっていけちゃえば、このパンチを耐えたいからってわざわざこっちに重心かけてくれるんで、ローキックカウンターで、打てば当然こっちの足上がらないですし、他にも相手が左のパンチでも右のパンチでもそうなんですが、必ずパンチの瞬間前足に重心が乗るんで、そのタイミングでちょっと待って、打ってもらったものを、打った時に、ローキックカウンターで合わせたりとか、パンチ来た瞬間に下がりながらローキック蹴れば必ず前足に重心かかってるんで、こういう感じで、前足を浮かせないっていう方法があります。他にもこうやって自分が移動することで、相手の重心を、コントロールして足上げられないようにしたり、あとはもうちょっと蹴ってもらっていいです。左で例えば左で蹴ってもらって、左側蹴ってもらって、左蹴って足下ろすで、この下ろす瞬間ですね。こういうタイミングも当然ですが、ちょっと蹴ってもらうんですが、これで受けて下ろした瞬間蹴っていけば、足を下ろした後は上げれるんですが、下ろした時に蹴られると足は上がらないので、こういう感じで要は足が上がらないタイミングを、見つけていって、このタイミングが上がらないってことが分かれば自爆しないので、ちょっと参考にしてみてください。いつ足が上がらないのかわからないっていう時は、実際自分がじゃあパンチ蹴りとか打ってみたりとか、自分で頭の中で組み手を再現してみて、このタイミングここに重心かかってるっていうのが分かってくると、じゃあそのタイミングだって分かるんで、もし分からない時は自分が構えてもらって、じゃあ実際にパンチ打ってみて、この瞬間重心かかってるじゃんとか、こう蹴ってこうパッて踏み込んだ瞬間、こっち重心かかってるじゃんとか、相手とパンチ蹴り打ち合ってる時とか、どういう時に自分は前足に重心かかってるのかなって分かれば、こちらの蹴っても自爆しないタイミングが分かってくるので、ちょっとそちらでですね、自分で、いつか分からないっていう時は、そういう感じで自分の体で体験して想像してもらう、自分の体で自分を内観しながらって言えばいいかな、自分を考えながらこういろいろ打ってみて、そのタイミングでこちらが足上がらないタイミングっていうものを探してもらうと、組み手に参考になりますので、ちょっとそちらですね、自分でいつがいいのかわからないっていう時は自分の体で、探ってみてください。ちょっとなんかグダグダになったな。お二人の強調で愛機と量子もつれっていうこの本なんですけど、第1章の1行目にまさかの僕の名前が出てきて、何も聞いてなかったので、読んだ瞬間にあれってなっていや無理全く動かない。いや私も痛い。いやこれ痛い。ちょっと待ってくださいよこれ。はい、どうぞ。普通に。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今回のような革新に迫る技術解説は、僕が運営する空手家高傑のオンライン教室で会員さんからいただいた質問に回答した内容が元になっています。オンライン教室ではあなたのなぜに答える強くなるための具体的な方法を200本以上の限定動画で徹底解説しています。試合に勝つ方法はもちろん、効率的なスタミナアップ方法や年齢を重ねても強くなる稽古の方法まで、あなたの悩みを解決するヒントが必ず見つかります。本気で変わりたい方はぜひ動画概要欄からオンライン教室の詳細をご確認ください。これからも 100% 強くなるために役立つ動画は毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。今日皆さんにお届けするのは、高傑がスタミナ強化のために現役時代に実際に行っていた具体的なミットメニューと、その時の注意点、試合に直結させるために設けたミットメニューごとの休憩時間の長さやその理由などについてお届けしたいと思います。これ一般部で本当に追い込みたい人はちょっとこのメニュー参考にしてみてください。